こんにちは、つんです。突然ですが、100均で失敗した経験はありますか？最近の100均は本当驚くほどの品揃えで、お値段以上じゃないって思うアイテムも結構多いですよね。以前の動画では買ってよかった100均をご紹介してきましたが、これはダメだった、二度と買わないわっていう商品も正直いくつかありました。ということで今回は、私の独断と偏見ではありますが、リピなし決定アイテムを5つご報告したいと思います。第5位は、ダイソーで買ったエッグタイマーです。卵と一緒にエッグタイマーを入れて茹でると、この真ん中の色の変化によって、固茹で、半熟、半生と茹で加減がわかる便利グッズ。私が子供の頃に実家にもあったので、多分昔からあるアイテムだと思います。もちろん実家にあったのは100均ではありません。で、これの何がダメだったかというと、卵と一緒に茹でると、なんか変な匂いがしたんですね。プラスチックが溶けたような科学的な匂いでした。このエッグタイマーの素材自体はポリエステル樹脂でできているそうで、ネットで調べてみたら同じような書き込みがちらほらありました。ただ、パッケージには使い始めは樹脂特有の匂いがすることがありますが、徐々に弱くなります。使用上の問題はありませんという注意書きがあったようです。ちょっと私、ここ読まなかったんですよね。今回久しぶりに使ってみたら、確かに1回目よりは匂いが和らいでいたなという気がしています。でもこの匂いが本当に不快で、また臭くなるのかなと思うと使うのをためらってしまったので、私的にはリピなし決定です。匂いさえしなければ本当に便利な商品で、茹で加減自体も正確です。今回は注意書きを読んでいなかった自分が悪いとも言えるので5位にしました。撮影で作ったゆで卵は卵サンドにして美味しくいただきました。第4位は、これまたダイソーの千切りキャベツピーラーです。実は4年前にセリアで買ったこのジャンボピーラーがすごく良くて、千切りキャベツを作るのはもうこれ一択っていうぐらい気に入っていたのですが、そろそろ新しく買い替えたいなと思った時にダイソーで見つけて買ってみました。こっちの方がデザインがシュッとしてて好きなんですが、正直切れ味はセリアのジャンボピーラーの方が上でした。比べてみると刃のところのサイズはほとんど一緒ですね。刃の形もなんかとっても似ています。では切れ味を比較してみます。まずはこちらセリアのジャンボピーラーです。もう4年使っているんですけど、本当にシュッシュッとスムーズに切れてとっても気に入っています。キャベツが手でつかめるぐらいの塊でないと使えないとか、外側の1枚がめくれると切れないっていうデメリットはちょっとあるんですけど、包丁で千切りするよりははるかに楽で綺麗な千切りができます。続きまして、ダイソーの千切りピーラーを使ってみます。どうですかね。セリアの方に比べるとちょっと引っかかるというか、スムーズに切れなかったんですよね。初めて使った時は全然切れないじゃんって思うぐらいセリアとの切れ味に差を感じました。でも全く切れないわけじゃないので、私が初めにセリアのピーラーを使っていなければこんなもんかなと思っていたのかもしれません。刃の形が全く一緒なので、もしかしたら商品の当たり外れがあるのかもなという気がしないでもないです。わかりやすいように並べて比較してみます。やっぱりセリアの方がスムーズに早く切れるので、ダイソーの千切りキャベツピーラーはせっかく買ったんですが使っていません。そうこうしていたらあっという間に千切りキャベツがたくさんできました。
セリアのジャンボピーラーは4年間使っていて未だに現役で使えているので、ほんと買ってよかったなと思っています。余談ですが、この日の夕飯は生姜焼きにしました。第3位は弱粘着の紙テープです。ごめんなさい、これはどこで買ったのか、商品名は何だったのか、ちょっと失念してしまいました。マスキングテープの売り場にあったんですけど、マスキングテープよりは厚みがあって透けないタイプの紙テープです。キッチンで賞味期限を書いておくのに使おうと思って買ったんですが、難点は粘着力が弱すぎました。何回か使って貼ってたんですけど、貼った翌日には剥がれ落ちてるような状況で、これはちょっとキッチンでは使えないなーっていう感じでした。もしかしたらポストイットよりも粘着力が弱いかもしれません。ということで、セリアのキッチンラベル用マスキングテープを買い直しました。これの最大の特徴はミシン目がついているので手できれいにカットできるところです。ハサミやテープカッターがなくてもきれいにカットできるのは便利でした。これは粘着力もしっかりしていて、キッチン用っていうだけあって、冷蔵庫に入れるような容器でも多少水分がついていても剥がれることはありませんでした。普通のマスキングテープでもラベルにはなるし、手でカットした時にちょっとまっすぐは切れないですが、剥がれることはないので、見た目にこだわらなければマスキングテープでもいいかなっていう気はしないでもないですね。第2位はセリアの食器洗い用スポンジです。100均にスポンジたくさんあるんですけど、これは2個入りで100円の商品でした。使い始めてから5日目にしてもうこんなにボロボロです。うちは食洗機をメインで使ってるので、大量の食器をスポンジで洗うってことはほぼないんですが、それでも1週間持ちませんでした。ちなみにこれ隣にあるのは無印良品のウレタンフォーム3層スポンジです。変色はしてますが、2週間経ってもボロボロにはなってません。ということで、これ以来スポンジは100均で買うのをやめてしまいました。今は無印を使っています。およそ1個100円です。白いスポンジはどうしても変色するんですけど、無印的には見た目で買い時が分かりやすいっていうのが売りらしいです。初めは変色しないでほしいと思ってたけど、衛生面を考えたら確かに変色すると変えようって気になりますね。私の独断と偏見ですが、リピなし決定アイテムの第1位はセリアのウェットティッシュケースです。シンプルだし、ワンタッチでオープンできるところが気に入って購入したんですけど、最大の難点はめっちゃ乾きます。蓋のところに隙間があって、そこから乾燥するみたいなんですよね。裏面を見たら密封式ではないのでウェットティッシュが乾燥する場合がありますって書いてありました。多少乾燥するぐらいならまだいいんですけど、ほんとカラッカラに乾いちゃうので、これは失敗したなと思いました。シンプルなウェットティッシュケースをいろいろ探しましたが、お値段と見た目の良さで選んだのはやっぱり安定の無印。490円とコスパも良いので人気みたいですね。4月に買おうとしたらしばらく完売が続いていました。無印のウェットティッシュケースはワンタッチではないんですが、一応片手で開けられます。乾燥することなく快適に使えてます。以上、買って出版した100均アイテムでした。今回はちょっと猫の登場が少なかったので、最後は猫の動画を置いておきます。少しでも参考になりましたら、いいねやチャンネル登録をいただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。